こんにちは、トバログです。今回はですね MacBook シリーズにおすすめしたいアクセサリー2024を紹介していこうと思います。今3月の中旬っていうところで、この間ね M3MacBook Air も出たところだし、この新生活が始まるタイミングでね、新たに MacBook 買ったっていう人も多いと思うんですよね。そういう人たちに向けてね、僕が普段から使っている MacBook のアクセサリーおすすめのものだけをね厳選して紹介していく形にしようと思います。というわけで早速いってみましょう。はい、というわけで早速 MacBook シリーズにおすすめのアクセサリー類を紹介していこうと思います。今回はね結構ジャンル別に紹介しようかなと思っていて、まずはやっぱり必需品系ですね。これがないと MacBook 始まらないっていうものだったりとか、あと持ち運ぶためのアクセサリー、あとはねディスプレイとか MacBook をきれいに保つためのアクセサリー、操作性を快適にするアクセサリーみたいな感じで各ジャンル別に紹介していこうと思っています。この動画ちょっと長いので気になったアイテムはねぜひ目次をつけておくので、そこからね適宜飛んでみて、チェックしてください。そして今回紹介するアイテムに関しては基本的にね概要欄の方に Amazon のリンクをまとめているので、そちらもチェックしてみてください。というわけで早速紹介していきたいと思います。はい、というわけで早速紹介していくんですけども、まずはね必需品的な、必須レベルのアクセサリーですね。 MacBook シリーズを購入したらまずこちらも購入しておきたいっていうものたちを最初に紹介していきます。USB-C のハブだったり AC 充電器だったりケーブルとかその辺ですね。早速いってみましょう。はい、じゃあまず紹介していくのが USB-C のハブですね。 USB-C ハブはこれはね MacBook の端子に挿すことで、この端子部分を拡張してあらゆる周辺機器とかを接続しやすくするアイテムです。今手に持っているのが M1 の MacBook Air なんですけど、こんな感じで拡張するためのポートが USB-C2 個しかないんですよね。MacBook Pro になるとこのね USB-C ポートとか、その他に SD カードのスロットとか、こういうね HDMI のポートとかいろいろなねポートが備わってたりするんですけど、特にこの HDMI なんかは会社の会議室とか、プレゼンテーションを行うっていう時にはねほとんどこの端子で接続することになると思うので、MacBook Pro ユーザーはなくてもギリギリいけるかなと思うんですけど、 MacBook Air シリーズをね購入して使う人だったらこのね HDMIがあるポートは必須っていう感じですね。 USB-C のハブって Amazon で検索するとめちゃくちゃいろいろなメーカーが本当にいろいろな種類出していて分かりにくいと思うんですけど、僕はねこのアンカーの2つを使っています。基本的にはねこっちを持ち歩いてるんですけど、みんなにおすすめしたいのはこっちっていうところで2つね紹介します。まずはこちらですね。アンカーのパワーエクスパンド 8in1 っていうやつで、結構ね昔のものではあるんですけど、未だ現役に使えるし、結構ね価格も落ち着いて、6000円台で購入できる感じなので紹介したいところですね。これに関してはさっき紹介した通り、仕事のね点キーとか、IC カード読み込みとかで使うことの多いこの USB-A のポートが2個と、あとSD カードとマイクロ SD リーダーがこっちに備わっていて、でこっちのね後ろ側を見るとさっき紹介した HDMI だったり、あと結構嬉しいのがこのね充電専用の USB-C ポートだけじゃなくて、データをね転送するための結構高速な USB-C ポートも備わってるんですよね。外部の SSD とか、あとスマホとかのねデータ転送するにもスピードが速いこういうポートを搭載していたり、あとはねこちら結構珍しいと思うんですけど、有線 LAN のイーサネットポートが備わってるんですね。でかなりもうこれはもうずっと使い続けてるんですけど、かなりね、本当に使いやすいです。1本ねこうやって接続するだけでいろいろな周辺機器を接続できるので、こちら結構おすすめですね。とか言いつつ普段ね持ち歩くのはこちらで、アンカーの 633USB-C ハブっていうやつなんですけど、こちらはね、見た目がいいですね。白くてスペックはさっきのものと結構近くて、10Gbps で転送できる USB-A のポートが2つと、あとSD カードリーダー、マイクロ SD リーダーと、こっち側には有線で接続できるイーサネットポートと、あとHDMI のねポートが備わってるんですね。でここにね USB-C ポートもあるんですけど、これはね充電専用なんですよ。なので別途ねデータ転送とかスマホを接続して、データ通信とかそういうのを行いたいっていう場合だと、こちらじゃなくて
てちょっとねこっちの本体側のポートに接続して使う必要があるんですけど、それでもね見た目がこっちよりも白くて、いい感じなのでこちらも使っているっていう感じです。白が好きならこっちなんですけど、ちょっとね機能性の割には割高なので、やっぱりこれがバランス良くていいかなってところですかね。どのメーカーのものを購入しても、形あるものなのである程度壊れやすいんですけど、比較的アンカーのものは耐久性が高い気がしていて、かつね保証も一応あるので、そういう意味では、アンカーのものおすすめかなっていうところですね。ちなみに余談なんですけど、この後ろにはねこのマジックテープを貼っていて、 MacBook ではなくて Windows PC で使ってるんですけど、こうやってねカチッとすることでこのまま、持ち歩いたりずれにくい感じで使えたりするので、これねマジックテープ的なのを100均とかで売ってるので、こういうのを合わせてこうやって使うのも結構おすすめです。はい、続いてもちょっと地味系なアイテムではあるんですけども、充電するための AC アダプターですね。本当にいろいろな種類があって結構選ぶの難しいと思うんですけど、僕はだいたいこの3種類ぐらいを使っています。MacBook 買った時についてくるじゃんっていう話ではあるんですけど、僕がね今使ってる MacBook Pro、 これね結構付属していたこのアダプターがでかいんですよね。こんな感じで、これ 96W 給電のものなんですけど、かなりねカバンの中で大きくてガジェットポーチにも収まりきらないようなサイズ感になってしまうので、電源アダプターに関しては純正のものではなくて実家ガリウムのねサードパーティー製のものを使っているっていう感じです。ちなみに MacBook Air だと 35W 給電のこれよりもね一回り二回りぐらい小さいものが付属してくるんですけど、よりね、70W 給電とかができる AC だと、高速充電ができたりするので、そういう意味でも、外部の小さいコンパクトな、AC 充電器はおすすめっていうところです。で今ね、3つぐらい使ってるんですけど、普段ね MacBook 用として使っているのはこちらですね。めちゃくちゃコンパクトで、もう本当に iPhone の充電器と遜色ないサイズ感なんですけど、こちらがねアンカーのナノ2 30W っていうやつです。高速充電こそできないんですけど、このサイズ感で普段からね持ち歩いて MacBook も充電できるっていうのが、最強ですね。ちなみにこれに関しては新しいモデルが出ていて、ナノ3っていうやつなんですけど、そっちの方がねこれよりもちょっとだけ小さくなって同じ 30W 給電ができるっていうところで、今購入するのであれば MacBook Air 用ならそちらがねおすすめかなっていうところです。ただ高速充電ができないのと、僕はメインで使ってるのが MacBook Pro なので、 MacBook Pro 用のものとして普段よく使っているのがこちらですかね。 CIO の Nova Port Trio 140W 給電がこのサイズでできるっていうものなんですけど、基本的にはね、旅行に行く時でも MacBook Pro を持ち歩く時でもだいたいこちらを使っています。これめちゃくちゃすごいですよね。このね MacBook Pro 用の 96W 充電器よりも小さいのに 140W で充電できるっていう、ちょっとね12,000円台と高いんですけど、割とね Amazon のセールの時に買えばちょっと安くなってるし、あとこれ1個だけ持ち歩けばね他のガジェットも一緒にカメラとか iPhone とかも充電できるっていう考えると、結構気持ち的にこれだけ持っていけばいいっていうのがすごい大きいので、これをね普段から愛用してますね。でちょっと古いんですけど、MacBook Air 用だったらこちらがね 65W 給電ができて、しかも4ポート備わっているこういうね、USB-A で充電するためのものも充電できるっていうところで、これも結構ずっと使ってるんですけど推しアイテムですね。今は結構安くなってると思うんですが、 65W で最大給電できるので MacBook Air もそこそこ高速に充電ができるし、MacBook Air 通常充電しつつ他のねガジェットも一応充電ができるっていうところですごいおすすめっていうわけではないんですけど、このサイズでこのね数のガジェット充電できるっていうところで、ティア3って感じですかね。基本的にはこれを一番使っていて、 MacBook Air 用だったらこちらを持ち歩いて、MacBook Air を充電しつつ他のちょっとしたガジェットも充電したいっていう用途だとこちらも使うっていう、この3つをね普段から愛用してますね。で必需品というかこれはあった方が便利っていうものでいうとこちらですね。予備の USB-C の充電するためのケーブルです。充電ケーブルって付属してるものでもあるんですけど、あれをね、毎日持ち歩いて家でも使っててやるの結構めんどくさいじゃないですか。なので持ち運び専用とか、あと別の部屋専用としていくつかね USB-C のこういう長いタイプのねものがあるとすごく便利です。僕がね今使っている
るのが CIO のやつですね。世の中いろいろなこういうケーブルとかあるんですけど、例えばねこれとかだと60W までにしか対応してなかったりして MacBook Pro で使おうとするとちょっとねパワーというか、ケーブルが対応してないみたいな問題があったりするんですけど、これに関しては 2m の長さがありつつ、しかも 100W 給電に対応している。そして L 字型なのでこうやって挿した時にこうビヨンって飛び出すぎずに邪魔にならないっていう、その辺をね複合的に考えた結果、この CIO のケーブルが一番良かったですね。素材感もね他のケーブルと全然違くて柔らかいシリコン素材なので、こうやってぐるぐるって適当に持ち歩いたとしても絡まりにくいっていうところがすごく嬉しいです。これはね 2m あるものなんですけど、2m あればねこう机の足元にある充電器からこうやってね AC をガシャって挿して、そこでねこれを挿して机の上にある、なんならスタンディングデスクをしているデスクの上でもこうやって気軽に MacBook を充電できるっていうところで、個人的には2m ぐらいのやつが 1,2 本あるとすごく重宝するかなと思っています。はい、続いて MacBook を持ち運ぶためのアクセサリーですね。結構 MacBook を購入した時にまず考えるのがこういうカバン型の PC ケースとか、そういうね持ち運び用のスリーブとかを考えると思うんですけど、そういうね手提げ型の PC ケースはそんなに必要ないかなと思っています。例えばね僕が使っているバックパックだとこんな感じで、こういう風にね PC 専用のスリーブ部分があるんですよね。でこういうのって結構クッション性も高くて、こうね、ちゃんと保護してくれる感じなので、別途ああいう手提げ型のやつを持つっていうよりかは、そのままバックパックのこういうところにねサクッと収納して持ち歩く方が快適かなとは思っています。ただね僕はそれを言いつつも、こういうね本体に装着するタイプのシェルケースを今は使っています。ちょっと言ってること違うじゃねえかっていう感じなんですけど、今ね僕オーストラリアにいて結構飛行機で移動することも多いんですよね。なのでバックパックの中に入れっぱなしとかだと結構こう横からの圧とかでディスプレイがすごい傷ついてしまう問題があったんですよ。こことかが今多分見えないと思うんですけど、さーっとねこのキーボードの縁部分に圧がかかりすぎて、ここがねすごく傷になってしまっているっていうところがあるので、そういうのをできるだけ減らしたいなと思ってこのね、シェルケースを使っています。これはねインケースの Apple Store とかでも購入できるものなんですけど、一応ね本体のかすり傷とかそういうのを守りつつ、割とこう縦のね圧もそれなりにここで保護してくれやすいんじゃないかなと思って使っています。実際これを使い始めて結構いろいろなところ移動してるんですけど、それ以降ねそんなに本体のこのディスプレイ側に傷がついてるってことはないので、結構ねいい感じのアイテムかなってところですね。若干ねこれをつけると本体がすごく重くなってしまうので MacBook Air ユーザーとかにはちょっとねもったいないかなっていう感じなんですけど、個人的には別途ねスリーブケースを使うよりもこれだったら本体を常に保護してくれるし、あとさっきみたいにねバックパックのスリーブのところにもすごく入れやすいので、こういうタイプが結構今はフィットしてるかなっていうところですね。頻繁に持ち運ぶ人とかだったら割とおすすめしやすいかもしれません。こういうケースに関しては結構人によって必要度合いって変わってくると思うんですけど、万人におすすめしたいのはやっぱりねディスプレイの保護フィルムですね。こういう今ねこれオーストラリアで購入したので腫れてなくてヒヤヒヤしてるんですけど、本当に MacBook シリーズにはねディスプレイの保護フィルムすごく必要です。っていうのも、こんな感じで見てわかると思うんですけど MacBook のディスプレイってめちゃくちゃ綺麗なんですが、こんな感じで光沢感がすごいんですよね。さっき紹介したみたいにこのキーボードのヘリの部分で圧がかかってさーっとね傷になってしまったりとか、あと砂粒とかゴミみたいなのがこういうところにあって、それが挟まってこのままね持ち運んじゃったりすると意外と目立たないようで、すごくね光を当てるとすごい傷だらけになってたりするんですよね。それって結構ね頑張って購入した MacBook そうなってしまうと悲しいし、あと売却するっていう時も結構査定額も落ちてしまったりするので、 MacBook をきれいに保ちたいっていう人だったら、ディスプレイ保護フィルムはあった方がいいのかなと思います。今までいろいろ使ってきたんですけど、個人的に一番良かったなと思うのがニマソーっていうメーカーのアンチグレアフィルムですね。
MacBook13 インチ用のものを使っていたんですけども、価格がね結構安いんですよ。今ちょっとタイムセールで1784円っていう感じなんですけど、だいたいね2000円前後ぐらいで購入できるもので、しかもこのアンチグレアの感じも全然こうギラついて見づらいっていうところもなくて、本当に自然な感じだったので、これはね結構おすすめしたいです。ちなみにこれに関してはパラフっていう、YouTube ブログをやってる友達がいるんですけど、彼が使っていてそれでおすすめだっていうのをね聞いて、僕も使ってみたらめちゃくちゃ良かったので、ここで紹介してる感じですね。もう2年3年ぐらい使っています。でディスプレイのね保護フィルムはもちろんなんですけど、ディスプレイをね普段からケアするものに関してもちゃんとね、こだわった方がいいかなとは思っています。個人的によく使っているものがこのアップル純正のマイクロファイバー、いわゆる信者布って呼ばれるんですけど、そういう布と、あとメガネ拭きですね。使い捨てタイプのメガネ拭きをよく愛用してます。さっきも言った通り MacBook のディスプレイってめちゃくちゃ繊細なのに、すごくね指紋が目立つんですよね。本当にこうやって開閉しているだけでもね、ちょっとこう触っちゃうとみたいな感じで指紋が目立ったりするので、ほっとくとすごく画面が見づらくなってしまうので、こういうマイクロファイバーとメガネ拭きは、いつも持ち歩いてる感じですね。でこのねアップルの信者布は、これもともと50万円ぐらいするアップルのディスプレイがあるんですけど、それ用にね作られているようなものなので、ものすごくこのキメが細かくてしっとりが続くんですよね。今まで使ってきたマイクロファイバーのねこういうクロスの中でも一番使いやすいんじゃないかなと思っています。それなりにね値段は高いものではあるんですけど、これはね結構おすすめですね。でそれ以上にやっぱり使いたいのがこちらですね。メガネクリーナー吹き吹き、ちょっとね地獄のような状態なんですけど、こんな感じで、こういう風に指紋をつけるじゃないですか。うわこれほんと最悪っていう感じなんですけど、結構ね何回もこうやってこすんないと綺麗にならなかったり、あと信者布側にねゴミがついてるのにこうやって強く拭き取ると結構傷が気になっちゃったりするので、そういう時のためにこのねメガネクリーナー吹き吹きがあるっていう感じです。これはね本当にウエットタイプでしっとり薬品が塗られているものなんですけども、これをねこうやって滑らかにこうやって吹き込んでいくと、軽い力でもウエットタイプであることによってかなりね綺麗にこう画面がなってくれるんですよね。本当に短時間で軽い力で吹き上げられるので、ある程度こう傷を気にせずにこうやって拭けるっていうのが個人的にはいいなと思うポイントです。すごくないですか？一瞬でこんな綺麗になりますからね。こんなにすごいめちゃ綺麗今。汚れがひどい時はこれで、普段使うならこれっていう感じですね。はい、続いてはこの MacBook の操作性をより快適にするための拡張アクセサリーを紹介していきます。正直ね MacBook に関してはこのトラックパッドとキーボードものすごく優秀なので、なくても結構いけるはいけるんですけど、やっぱりねこういう拡張アイテムがあるとすごくね便利に使えるんですね。まずねトバログは普段どういう風に MacBook を使っているのかっていうと、まずねこちらですね。この謎の板みたいなのをここにバチッと置いて、これでキーボード使えないじゃんっていう話なんですけど、このキーボード使いません。もう外部のこういうガチッとね、この打鍵感が超いい感じのキーボードをここに置いてってやりながら普段の作業をしたり、トラックパッドをね普段ブラウジングだと使うんですけど、がっつり作業する時だとこのねこういうトラックポールを使ったり点キーを使ったり、あとはがっつりやりたい時はこっちを使ったりみたいな、こういうね使い方で普段は手元編集していますね。それぞれねどんなもの使ってるのかっていうのを一応紹介したいと思います。まず MacBook でね外部キーボード、外付けの自作キーボードだったり、こういうお気に入りのキーボードがある人、 MacBook を使いながらだけどねこのサイズ感、このトラックパッドも一緒に使いたいっていう人もいると思うんですけど、そういう人たちのために開発したのがこちら、ファーイーストガジェットとトバログがねコラボレーションをして作ったんですけども、タイプスティックスっていう、こういうねガジェットがあります。本当にただの板みたいな、板ガムみたいな感じなんですけど、これをこうやってパチッとねこう磁石で気持ちよくくっついてるんですが、これをガチッと外してこうはめ込むと自分のね好きなキーボードが使えるっていうわけなんですね。 MacBook のこのキーボードも結構打ち心地は良くて本当に完成度は高いと思うんですけど、やっぱりねよりストロークが深いこういうキーボードとか、こういう打鍵感の深いキーボードを普段から使いたいっていう人だと、やっぱりねこういうアイテムが生きてくるんじゃないかなと思って作っています。これはね自分で作っておいてなんですけど、いろんなキーボードが MacBook
MacBook で使えるようになるので本当におすすめですね。 Amazon で2500円ぐらいで購入することができます。でこれをベースとしつつ、普段ね結構キーボードでよく使っているのは2つなんですけど、こちらはミステルの Air1 っていう前にねもうこれずっと前から欲しすぎてもう早く使いたいというところでねメーカーに連絡して提供いただいたものなんですけども、これは本当にめちゃくちゃいいです。これ見た感じは本当に MacBook のキーボードと何が違うんだっていう感じなんですけど、これ実はね、チェリー MX のウルトラロープロファイルっていうなんかこう変な形をしたねスイッチを採用してるキーボードなんですよね。でこれなんか普通のこの MacBook とかだとパコッパコって感じなんですけど、これだと指を置く瞬間にグーパチンっていう風になんかこうバネがね仕組まれてるような感じのこの打鍵感、バチンって押したらすぐねこうバチンって指を弾くような感じがねものすごく心地よくて、これをね、最近は愛用してますね。メール返信する時とかチャットとか短文をサクッと入力したい時にめちゃくちゃもう快適に打てます。難点としてはね有線専用で Bluetooth 備わってないので、これをこういう風にねして使うしかないっていうのがちょっとねスタイリッシュさには欠けるんですけど、割とね打鍵感1本でこれを使ってるって感じですね。ぜひねホワイトモデルを開発してほしいなと思っています。こちらもね Amazon で購入できます。でキーボードでいうとずっと昔から愛用しているのがこちらの HHKB ハイブリッドタイプ S の雪っていうモデルですね。社会人3年目ぐらいの時に客先のエンジニアの人がバリバリこれを使って、本当にこんな感じで作業してて、もうこういうねスタイル孫子スタイルっていうんですけど、こうやって使ってて何ですかそれって言ってかっこいいと思って購入してみたら本当にハマっちゃったっていうやつなんですけど、これはね結構長文を入力する時によく使いますね。本当に打鍵感が気持ちよくてリズミカルにねこうずっと打ち続けられるので、メール返信みたいにこうチャチャチャっとやった後にすぐこっちに移るっていうよりかは、ブログとかみたいにずっとキーボードから手を動かさずに、作業する時用に使っているっていう感じです。で MacBook の上に置くとね結構高さがこうグイって上がっちゃうんですよね。手首の高さが結構上がっちゃうので、結構疲れるからあんまりねこの使い方そこまではしてないんですけど、 MacBook を例えばスタンドの上に置いたりして、これをねこういう風に地面にただ直接置いて使うっていう用途だとかなりね使いやすいです。MacBook におすすめのアクセサリーっていうにはねちょっとピーキーすぎるんですけど、僕はね、これ使っていておすすめなので、この動画に入れてみました。でキーボード以外で言うとこちら前にも紹介したんですが、ロジクールの M575S っていうトラックボールですね。結構長時間ね作業する時にはできるだけね手首に負担がないようなものを使って腱鞘炎を避けたいっていう目的があるんですけど、そういう意図からずっと昔からこれを使ってます。もう 4,5 年ぐらいはトラックボールを愛用してるんですけど、本当にね手を全く動かさずにこれだけでカーソル操作ができるので、そういう意味ではカフェみたいに狭い机の上でもこうやって操作しやすいし、トラックパッドでこうやってね操作するよりもやっぱり手首とかその辺の疲れ具合が段違いに疲れにくいので、これをね愛用しています。特に動画編集みたいにカーソル操作をすごくね移動するっていう時は、トラックボールいいですね。もしね普段から手首の疲れを感じてる人がいたらこちらを導入しても良さそうです。5,000円ぐらいで、セールの時とかだと購入できますかね。ちなみにこのトラックボールのボールに関しては違うメーカーのボールをねこうやって装着しています。標準だとね青色ですね。青色だとちょっと嫌なんだよな。はい、で結構ねおすすめしたいのがやっぱ点キーですね。 MacBook って基本的にこれだけなので、数字をね別途こう入力するっていうのが難しいんですよ。なので、例えばね動画編集のショートカットとか、あと会計管理とかね会計とかそういうのをよくする、数字を入力する目的だと別途ね点キーがあった方がいいので、個人的にはこれを使っています。これもう廃盤になっちゃったかもしれないんですけど、見た目もねサイズ感もものすごく薄くて、この感じのまんま普通に点キーとしても使えるのでものすごく優秀なんですよね。実はねこれマイクロソフトのアクセサリーで本当はね Windows 用なんですけど、普通にね電卓としても点キーとしても Mac で使えるので全然問題なく使えています。こうやって MacBook と並べた時に例えばこういう薄型のキーボードとねセットで使うっていう用途でもかなりね使いやすいので重宝しているんですけども、もしかしたらちょっとね手に入りにくくなっているかもしれません。こういうね薄型の点キーはセットで持っているとすごく快適にいろいろな作業が行えます。
はい、で続いてぜひね皆さんにおすすめしたいのが、こういう PC スタンドですね。ちょっと高めで MacBook の高さがこうね高くなる、PC スタンドがあるんですけども、そちらはね本当に MacBook 単体でもうディスプレイとかを使わずにね使いたいっていう人だったらめちゃくちゃおすすめです。理由としては、MacBook って結構このままこうやって置くと、高さがこんな感じで低いじゃないですか。でずっとねこうやって作業してるとこの辺がね肩こりすごくひどくなってくるんですよね。でそれがね気になって作業に集中できないということもあったりするので、こういうね折りたたみ型の PC スタンドがあると結構高さがこの首の角度が自然になるようにね目線の高さに調節できるんですよ。これでね自然な姿勢で作業ができることによってある程度ね集中力が途切れずに肩こりとかも気になりすぎずにね作業できるっていうところで、これは本当におすすめですね。これはね前にも紹介していたんですけど、ぜひねおすすめしたいアイテムです。はい、続いて MacBook におすすめしたいアクセサリーとしてはやっぱりストレージですね。ストレージ問題はやっぱりね、クリエイターとかに特に必須だと思います。 MacBook 本体の中にもね SSD が備わっていて、だいたい1テラとか、2テラとかそのぐらいから選ぶ人多いかなと思うんですけど、純正でね中身の内蔵 SSD をレベルアップしていくと本当に価格がバカにならないぐらい上がっていくんですよね。その辺をね外部のストレージでカバーしつつうまくね内部と運用していくっていうのが結構大事になってきそうです。特にねクリエイター、動画を撮ったりとか、CG やったりとか、写真を編集したりとか、そういう人にとってはもう手放せないアイテムなので、僕が普段使っているストレージを2種類紹介していきます。僕がね一番メインとして使っているのはこの SSD ですね。キングストンのこの超コンパクト、このサイズながら最大 4TB までのものを選べるっていう、しかも転送速度がめちゃくちゃ速いっていう点が気に入って、こちらをねメインのストレージとして使っています。僕が今使っているのは2テラモデルなんですけど、基本的にはねこの中にブレンダーとか 3DCG 系のデータを入れたり、あと動画編集の時に使いたいね、素材とか、あとVlog のデータとか、そういうね汎用性の高いよく使うよく読み込みをするものをこの中に入れているっていう感じですね。もちろんね MacBook の中にもそういう素材データとかは入ってるんですけど、僕の場合結構 Windows PC とも行き来して使ったりするので、そういうね素材系を同期して使うためにこういうね読み込みと書き出しが早い、SSD を使っているっていう感じです。このキングストーンの SSD に関しては、スペックはねかなりすごいんですけど、結構価格も割と安めではあるので、個人的にはねこれが外部ストレージとして使うならおすすめかなと思っています。これはねちょっとまた性質が違うお手製のものではあるんですけども、 SSD にはねいくつか形式があって、これは SATA っていうものをケースに入れたものですね。SATA に関してはこういうねコンパクトで小さい SSD っていうわけではないんですけど、その分ね価格が安くてかなり大容量なんですね。ちょっと昔だったらこっちがねハードディスク代わりで、こっちがね SSD っていう感じで、容量は小さいけどコンパクトで結構効果早い。でこれがサイズは結構大きめなんだけど、容量が8テラとかあって結構大きくて、しかもね比較的リーズナブルに買えるっていうところで、動画の素材データとか、制作物とかいろいろなデータをこの中に収納していますね。結構この SATA の SSD に関してはバックアップ用とか、普段ねもうこう動画を書き出していった、完成した動画とかを収納しているっていう感じなんですけど、それなりにねスピードも速いので、このまま動画をこの中に収めて、これを直接こういうのとこうやって接続して MacBook に差し込んで、このままね動画編集を行うっていうこともありますね。ただ結構ね大きめだし、割と華奢な感じではあるので、日常使いはやっぱりこっちっていう感じです。ちなみにこの SATA のね形式の SSD に関しては結構ねたくさん持っていて、合計 20TB ぐらいあるんですけど、1つだけに入れておくとちょっと壊れそうなので、いくつかね同じデータを入れているものを保存しつつこうやって使っているっていう感じですね。ちなみに中身はサムスンのものを使っていて、 Amazon のセールとかで結構安くなるんですよ。8テラも SSD あるとめっちゃ高そうに思うんですけど、合計するとね5万円以内とかで作れる感じだったので、そういう意味でねバックアップ用のデータとか普段のストレージとして外部でねこうやって使っているっていう感じです。なんなら最近は結構クラウドストレージとかも使えるので、軽い紙書類とかはそういうのにしまってお
おいていいと思うんですけど、なんかクリエイティブな作業、例えば動画編集をしたり写真を編集したり、CG やってみたいとか、そういうねあらゆるクリエイティブ系の作業をする上ではやっぱり高速で読み込みとか書き出しがそのまま行える SSD のストレージがあると本当に便利ですっていう感じで、いくつかのストレージを使い分けながら MacBook でねいろいろ編集活動を行っています。はい、続いてはね外部ディスプレイの話ですね。絵面的には全然違うものなんですけども、外部ディスプレイはこのね MacBook の狭い画面を広く拡張するっていう意味で個人的には本当に必須のアイテムです。本当におすすめっていうよりかは割と僕が使ってるものっていう感じなんですけど、MacBook をね外出先でも快適に使うっていう目的でこの辺の外部ディスプレイ用途として使っているものを紹介していきます。ちなみに自宅用のディスプレイだと 4K でね、LG からこういう 3,4 万円ぐらいで売ってる 31.5 インチのものがあるので、個人的に自宅で使うのであればこれが一番コスパが良くて見た目もいいかなと思っています。本当に据え置き型で使うならこれがいいんですけど、僕は今オーストラリアで、旅行中なのでできるだけねコンパクトなものを持ち合わせてる感じですね。それぞれ、すごく簡単に紹介していきます。外部ディスプレイとして実はね結構使いやすいのがこの iPad ですね。iPad は iPad 自体結構高価なんですけども、これ単体でねノートとして使えたりするので、大学とかでこれでノートを取ったりとか、仕事中にもねこれで PDF とか直したり、そういう用途で持ってる人も多いと思うんですよ。で iPad にはサイドカーっていうね機能が備わっていて、この MacBook の画面をね iPad に拡張することができるんですね。特にアプリも必要なく純正の機能で行えるので、 Mac の上の設定画面のところからこのミラーリングっていうところを押して iPad をね選択すると、こんな感じで MacBook と開いている別の画面がねこっちで表示できるんですね。結構ね Wi-Fi とかで直接サクサクつながっている感じだと思うんですけど、こういう風にね、記事を開いたりとか、割とね小さい文字もやっぱり iPad なので結構使いやすいと思います。本当にがっつり作業するのであれば別途大きいディスプレイがあると便利なんですけど、ちょっとね資料を表示しつつこっちで簡単な作業をしたいとか、そういう用途だったら全然この2つでいけちゃうかなと思います。画面の大きさに関してはこの Easy Res みたいなのがあるので、これでね、表示させる画面をこうやって変えるっていうこともできるので、割とね汎用性高く使えそうですよね。これがね普通に一般的にはやっぱりおすすめしやすいですね。 iPad 持ってる人も多いし、でトバログが結構前からハマってずっと使っているのだと、やっぱりねこういうメタクエスト3とか X リアルみたいなこういう XR 系デバイスですね。これはね本当にすごいんですよ。ここの中に小さい画面が入っていて、これをね、頭でかぶることによって画面を本当に拡張できるっていうものなんですね。詳しくは前にねこういう動画を撮っているのでそちらをチェックしてみてほしいんですけど、基本的にはこれをかぶってで、3画面表示しつつすごい自然な角度でね、自分の部屋にこうディスプレイを投影して使っているっていう感じですね。でかつこちらはね XR グラスで最近よく見かける人も多いと思うんですけど、この中にディスプレイが備わっていて、こんな感じで自然な角度でね目を使いつつディスプレイをね見ることができるので、首の疲れとかそういうのがね気になる人とかだったら結構おすすめかもしれないです。こっち側にね画面を拡張して、こっち側にはねメインのディスプレイを表示させておくみたいな使い方もできるので、意外とこの2つもね結構汎用性高そうですよね。これに関してもね前にこういう動画をアップしているので、そちらぜひチェックしてみてください。価格が価格だし、まずはね外部ディスプレイ普通に iPad 使ったり、4万円ぐらいで買える大きいね 4K モニター買った方がいいかなとは思うんですけど、個人的には結構意外と使えるぞっていうところでフィットしている使い方です。この辺もね合わせて紹介してみました。はい、というわけで今回はね MacBook におすすめのアクセサリーたちを、自分がね実際に使っているものたちの中から厳選して紹介してみました。皆さんのねこんなのあったんだとか、こういうの使ってみようかなっていうふうに思ってもらえたら幸いです。そしてこの動画が良かったらぜひね高評価とあとコメントの方もよろしくお願いします。トバログではねこの動画の他にも結構ガジェットをメインにね暮らしの道具とか、あと人のカバンの中身ルームツアーなんかを紹介している動画もたくさん出しているので、ぜひねそちらも見ていってください。そして気に入っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。